ートさんを始めるよ。さて、今回の日本プレイの目標であるオーストラリアの征服ですが、前回終了時点での獲得領土はこちらです。今は植民地征服権の主張を使って植民地を広げる作戦で進めていますが、戦争なしでどこまで取れるのかを先にお見せしておきます。はい、こんな感じで半分弱は獲得できます。そしてもうこの時点で結構資源が取れるんですよ。南オーストラリア、クイーンズランド、ニューサウスウェールズ、この3カ所が鉱山資源が豊富で先に確保した方が良い州ですね。そして残りの2州の資源はこちらです。植民地獲得の順番を決める時の参考にしてくださいね。ではそろそろ本編を始めましょう。さて、再開する前に設定の見直しタイムだよ。よしよし、紙の価格はだいぶ下がってるね。じゃあ行政府を一部アップグレードしちゃおう。増えた行政力で植民地以外もレベルを上げるね。そして海外領土には武力鎮圧の布告を入れるよ。黒字だから建設局と造船所も増築するよ。造船速度が上がるから主力艦の建造予約も追加しておくね。なお、3つ目の企業に三菱を作成予定なので、今後は造船所は九州に建設するよ。ちなみに企業には市場価格が高騰しがちな施設を建設してもらいます。三井には食料と衣類、住友には鉄鋼と工具です。そして三菱には紙と発動機だよ。まあそんな予定で進めます。よし、見直しは完了だよ。パート3最初の拡張先はポルトガル領スンダー列島だよ。ポルトガルがね、イギリスの勢力圏に入ってたので、イギリスに属国化される前に領土を確保します。イギリスの介入はありません。大陸への進出の共闘国としてマカオも確保します。防衛部隊はいないから占領は楽なもんですね。レスフェルの制定に成功したよ。これで建設が楽になりますね。財閥強化のために富裕者投票行ってみよう。マカオの占領も成功だね。あとはポルトガルが降伏するまで気長に待つよ。はい、植民地征服権がリチャージされたので、次はニュージーランドを確保します。そろそろ終戦だね。オランダ戦に向けて本土からスンダー列島に軍を輸送しておこうね。およ、勝手に行き先が変わったぞ。移動のバグはまだ残ってるね。クイーンズランドの植民が完了したよ。そしてポルトガルに勝利だよ。オランダ戦に向けて軍の配置を進めてたら防衛協定が飛んできたよ。ごめんだ、もう占領予定なんだ。およ、何かが始まったね。なるほど、スペインがバンジャールを取りに来たか。しかも両陣営とも日本の参戦を期待している状態だね。どっちにつくべきか。よし、我が軍はフィリピンの以上の目標でオランダに助立ちする。どちらも将来的に倒すべき相手で、ここでフィリピンを奪うのが一番戦果が大きいからね。まずいね。補給不足でデバフが入りそう。スンダー列島に運んだ軍は今回出番がないから、こっちの補給優先度を下げて調整するか。では前線に配置予定のない海外駐屯軍の補給優先度を下げるよ。逆にフィリピン戦線の補給優先度は最大に変更したよ。補給の問題が未解決だけど始まっちゃった。フィリピン戦線の軍に補給を集中したけど、まだ8割くらいだからしばらく防御で耐えるね。苦戦を予想してたけど意外と耐えられてるね。よし、補給線の不足は解決したね。ここで維新がタイムアウト、朝鮮半島の征服権を獲得しておきます。よし、反撃の時は来た。全軍攻撃を開始せよ。バンジャールに上陸が来てるね。上陸防衛を手伝っておきます。住友の設立条件を達成したよ。では住友に工具の生産権を認可する。工具不足の解消は任せたぞ。敵軍からオーストリアが脱落。バンジャールへの上陸防衛も抜かりはないよ。なのにオランダが降伏、地図を取られたか。スペイン勢力に下ったバンジャールに急ぎ討伐軍を派遣せよ。
よし、これでスペインとタイマンだ。なんとかなったね。冬車投票、可決したよ。フィリピンの占領も達成。あとはスペインの降伏待ちだよ。もうすぐダイナマイトがアンロックされるから、爆薬を増産中だよ。スペインに勝てたよ。では、敗戦後で弱っているオランダから、従属国を丸ごと奪うよ。スペイン戦中にすでに陸軍は輸送済み。この速攻には対応できるまい。戦闘を開始する。いろいろ請求したので、悪名は80を超えたよ。積んだ戦線は劣勢。他の戦場では優勢だね。ボルネオ戦線から一部を積んだ戦線にと立て直しを図るよ。ダイナマイトがアンロック。爆薬工場はもう建設済みだよ。5年のリチャージが済んだので、今度は南オーストラリアを取りに行くよ。よし、戦争目標を達成するために付近の離島にも上陸を開始せよ。公共健康保険可決したよ。オランダの主力はモルッカ戦線の防衛に移動して、今は首都が手薄だね。モルッカの戦線は防御で維持し、敵の首都ニシジャワに上陸を開始せよ。よっしゃ、敵の首都を掌握できた。そして対岸の西ボルネオからならジャワ島に船なしで増援を送れるのだ。首都からの補給が途切れて敵陣は総崩れだね。そろそろ和平の手配をしてみましょうか。およ、何これ、サンバスが降伏したのに独立しててオランダから異常されてないね。はい、集会の権利可決です。技術伝播のデバフが消えたよ。勝利したよ。サンバスの目標が無効になったのが納得いかないけどね。戦後処理を進めましょう。新しい占領地にはしばらく補助金を投入、反乱を未然に防ぐよ。そして従属国の上納金は減額してあげましょう。陸軍がスラカルタに集結しちゃってるから再配置しておかないとね。さて、戦後処理も終わったことだし、そろそろ勢力ブロックを作成するよ。メンバーは10カ国を超えてるし、3位だから権限の獲得も早そうだね。まだ戦う時じゃないので、イギリスへのごますりも忘れないよ。おっと、鍵がアンロックしたね。戦争続きでゴム農園は仕込んでなかったので、今から急いで建設するよ。そして5年のリチャージが終わったので、ノーザンテリトリーに請求権を主張するよ。神仏分離のジャーナルを達成。永続幕をゲットしたよ。さて、スペインとの停戦期間も終わったので、マンジャールを返してもらうよ。お返しにいろいろ請求してきたけど、君たちここまで戦力を派遣できないよね。予想通り、援軍は来ないので、フルボッコにされるバンジャールさん。あとは敵艦隊を追い払いながら、降伏するまで待ちましょうか。上陸防衛で、復員できない陸軍が暇してるので、停戦明けのサンバスも征服しちゃいます。あっさり勝利。終戦待ちの間に結社の権利が可決したよ。よし、誰も反対してないから、比例課税行ってみよう。はい。スペインがなかなか降伏してくれないので、地方大学を建設したりで時間を潰してます。終戦したよ。インドネシアは順調に拡大できてるね。未請求の植民地も残りあと1周、もうすぐリチャージの時間ですね。可変貿易ジャーナルが完了。今回の被害者はドイツでした。よし、ニューサウスウェールズへの植民を開始する。対外貿易より200グレード、今は6年周期の更新だね。比例課税可決したよ。公共サービスのレベル上げもほぼ片付いたね。じゃあ革新上限まで大学を建設しておよ。急にロシアが敵対的になったんだけど、何も心当たりがないよ。あ、わかった。大臣が分裂してる。当然日本も取りに行くから敵対は避けられないか。では序盤に請求権をつけておいた正教の返還を請求する。共闘法作成してそこで軍隊を拡大すれば海軍で大軍を輸送する手間が省けるからね。追加で3世の保護国化も要求したよ。分裂直後で軍備が間に合ってないから上陸は余裕だね。上陸して奥地に進軍中だよ。
おっと、オーストラリアの植民が完了したね。最後の州の編入を開始するよ。そして3世も降伏したよ。はい、冒頭でお見せした状態になりましたね。イギリスと色が一緒で分かりにくいね。よし、色を変えてみたよ。ここから先は、イギリスと戦わないと取れないから、終盤での獲得になるかな。というわけで、オーストラリアの植民が終わったので、ここで一旦区切ります。次のパット4ですが、まず正教の軍備を増強して、ロシアに備える必要があるよね。というわけで、次回は大陸進出編になります。では、次の動画もまた見てくださいね。